ナンパと自転車は押しが大事。プッシュ。はい、行ってみましょう。プッシュ。たまらんのあちこちでプッシュプッシュ言うてますけど、プッシュってなんやねんという方のために詳しい説明です。よく言うのはね、スケートパークとかダートジャンプで飛んだ後のバックサイドに合わせながらこううんと勢いをつけるあれをプッシュって言いますけど、割とねそれ以外にもいろんなところでプッシュっていうのは使ってます。まずは分かりやすいところで下り斜面で加速するためのプッシュ。ちょっとモコっとした地形を見つけてですね、この下り斜面を走りながらまずは前輪だけプッシュを入れてみます。要はブランコですね。ブランコでねこう下がりながらうんと勢いをつけるあの動作をバイクの上でやります。ハンドルをグッと押してですね、前輪を下り斜面にグーッと押し付けてやるとバイクが加速するのを体感できると思います。じゃあ次は同じ斜面の下りの加速で後輪だけリアホイールだけプッシュを入れてみます。フロントホイールのプッシュはハンドル、リアホイールのプッシュはペダル。ペダルをグーッと押してやることでリアホイールをこう斜面にグーッと押し付ける感覚です。じゃあ次は同じモコっとした地形を使って斜面を登りながら前輪を持ち上げるためのプッシュ。ただ突っ込むだけなら斜面を登って終わりなんですが、この斜面の登り始めの平べったいところでこうプッシュを入れます。ハンドルを下方向に押すことで前輪を地面にグッと押し付けてやる。でこの反動が返ってくるタイミングに合わせて前輪が斜面を登り始めているので、タイミングを見計らってハンドルを引っ張ってやりつつ自分もちょっと立ち上がってやることで前輪がふわーっと浮き上がります。モコっとした斜面に突っ込みつつ前輪にプッシュを入れて、ですかさず後輪にもプッシュを入れてやると。で後輪をプッシュ、ペダルをプッシュしたついでに自分もミョーンと伸び上がってやればこうビョーンと飛べます。スローで見たらねペダルもハンドルもしっかりとプッシュが入ってるのがわかると思います。最初のうちは無理に高く飛ぼうとせずにこうプッシュを入れることとプッシュを入れるタイミングを意識しながら遊んでもうたらええと思います。ちなみにこれがフロントだけプッシュが入ってリアにプッシュが入り損ねた時の例です。あんまりちまちま考えずにとりあえず突っ込んでドカーンと飛んで遊んでる中でいろいろ覚えてもらえたらなと思います。斜面のない平べったいところでも、バイクを動かす時はいちいちプッシュを使ってます。例えばマニュアル、バイクによったらねハンドル後ろに引っ張るだけで前輪がストーンと上がるやつもあるんですけど、そういうバイクであってもプッシュを入れるのと入れないのとで前輪の打ち方が全然違います。続いてジャックナイフ。とりあえずスピードをつけて突っ込んで前ブレーキをギュッと握るだけでもリアホイールは浮きますけど、しっかりプッシュを入れて帰ってくる反動に合わせてビョーンとジャンプしてやれば助走なくてもスピードがなくてもジャックナイフすることはできますね。前後輪同時のホッピングも同じくで、前輪後輪片っぽずつのちょっとした動きも同じく全ての動きにプッシュっていうのは入ります。でプッシュで返ってくる反動を使ってバイクを動かすと。ただプッシュって押しゃいいっていうもんでもなくって、押す強さであったりその押す速さによって返ってくる反動も違うので、こう求める動きに応じたプッシュっていうのは絶対に必要になります。第2話のホッピング編とかね、その辺をもう一度見ておさらいしながらプッシュ意識しながら乗ってもらえたら上達もだいぶ早くなると思うし、できることもどんどん増えていくと思います。